不動産屋さんの怪談です。さて、今回は静岡県の霊感の強い同じ不動産業者の方からいただいたお話で、その方を仮に和田さんとしておきます。和田さんは顧客から預かった物件の写真を撮りに行く係も担っていたそうです。それは今年の1月のことでした。いつものように和田さんは指定された物件の写真を撮りに行くことにしました。それは伊東市のとある別荘地にある一軒家でした。ところで不動産取引では、まず不動産の売り手さんや大家さんが仲介の窓口になる不動産屋を決めて、その窓口の不動産屋に物件の鍵を預けておきます。そしてもし他の不動産業者が買い手や借り手になりそうな顧客を知っていて、その物件を見せたい場合は、その窓口の不動産屋に鍵を借りて中を見せることになります。でもいちいち窓口の不動産屋に鍵を借りに行くのは大変で、双方にとっても面倒な場合、物件のどこかにキーボックスをつけて暗証番号を教えるという方法をとります。そのキーボックスはダイヤル式で、4桁の番号を合わせると箱が開いて中に玄関の鍵が入っているというわけです。さて、その日も和田さんは暗証番号はもらっていたので、玄関の周辺でキーボックスを探しました。和田さん曰く、普通ある程度経験のある不動産業者なら、すぐわかる場所にキーボックスが備え付けてあるものなのだそうです。ところが、大抵ここかあそこにあるはずという場所を探しても、どこにもなく、やたら見つけにくい場所にあったのでした。まあそれだけならこういう変なところに鍵を隠す業者もいるんだなで済む話ですが、和田さんは腑に落ちなかったそうです。というのも、同じ不動産屋の他の物件では玄関のドアノブの周辺にキーボックスがかかっていて、非常にスムーズに中に入れるのです。些細なことですが、まるで和田さんに中に入ってほしくないかのような印象を受けました。妙な違和感を感じながらも、和田さんは何とかキーボックスを見つけられたので、中の鍵を取り出して玄関の鍵穴に刺そうとしました。すると和田さんは、あれとおかしなことに気がつきました。これ玄関の鍵じゃないと思いました。明らかに鍵の大きさが鍵穴に対して小さいのです。和田さんは、どこの鍵だろうと思いながら、他の入り口はないか家の周りをぐるりと探したそうです。どこを探してもそんな入り口はなかったのですが、家の側面にブロックが階段のように積まれている場所がありました。それはかなり雑な簡素な階段で、一般人が使うには危険な作りでした。入り口はどこかに絶対あるはずですから、和田さんはその階段が気になったそうです。物件撮影には動きやすいようにサンダルを履いていたので、注意しながらゆっくりブロックの階段を登っていきました。すると案の定、そこにはもう一つの入り口がありました。それはどう見ても勝手口で、なぜか2階の高さに作られていたのです。そして持っている鍵はこの勝手口の鍵穴にぴったりでした。和田さんは、こんなところに勝手口があったのかと呆れながらも、その勝手口を見つけるまで結構手間取ってしまったので、早く中に入って仕事を済ませないと思いました。するとふと中からパタパタと人の足音がするのが聞こえてきました。それは2階に人がいて動き回る音でした。和田さんは、他の業者さんがお客を案内しているのか、だから玄関の鍵がなかったのかと思いました。2階ではずっと足音が聞こえていましたが、持っていた鍵をドアに差し込み、勝手口を開けたそうです。和田さんは遠慮なくサンダルを脱いで物件の中に入りました。そこはちょうど2階の廊下で、すぐ左に下に降りる階段がありました。ただ和田さんが入った途端、足音はパタリとしなくなったそうです。
ああ、邪魔しちゃったかな、と中で案内している業者に悪いことをしたと一瞬思いました。ところがそこには誰もいなかったのです。確かに2階から足音が聞こえていたのに、中はまるで水を打ったように静かで、人の気配は全くありませんでした。そして次の瞬間、和田さんはおっとと思ったそうです。廊下や部屋の至るところに盛り塩が置いてあったのです。なるほど、事故物件かと納得しました。事故物件は慣れているので、和田さんはその盛り塩が映り込まないようにうまく写真を撮っていったそうです。そして2階の写真を撮り終えると、廊下左の階段をゆっくり降りて1階に向かいました。和田さんが階段を降り切ったところにちょうど玄関があったそうです。すると和田さんはハッとしました。そして一瞬自分の目を疑いました。その玄関には和田さんが履いていたサンダルがあったのです。まるで玄関から入ったかのように置いてあったのだそうです。それは和田さんが100均で買った合成樹脂のサンダルで、毎日履いている自分の足癖のついたものに見えました。驚いた和田さんはすぐに2階に戻り、勝手口の入り口を確認すると、そこにはちゃんと今さっき脱いだばかりの自分のサンダルがありました。わけがわからず、すぐにまた1階に戻り、改めて玄関を見ると、やはりそこにも自分のサンダルがあったのです。和田さんの背筋に冷たいものが走りました。霊感の強い和田さんにとって、これ以上深く考えたくない現象でした。和田さんはたまたま同じサンダルを売り主さんが履いていて、見た目もそっくりなだけだとその時は無理に納得したのですが、それは間違いだったとすぐ悟りました。次の瞬間、また2階からバタバタガサガサ物音がしてきました。一体何の音なんだと和田さんが再度見に行くと、またピタッと音がしなくなりました。その時ついに和田さんは覚悟を決めたということです。冒頭でも言いましたが、霊感の強い和田さんは日頃は霊視のチャンネルを閉じているそうです。でも今そのチャンネルを開けて早速霊視をしてみました。すると興味深い光景が見えたそうです。そこには複数の霊が壁にピタリとへばりついていました。それらは盛り塩や特に和田さんを避けるようにして壁ギリギリに立っているのが分かりました。どんな霊なのかを感じ取った和田さんは彼らに何もしやしないよと声をかけました。でも和田さんには彼らが見えていると分かったせいで、さらに霊たちはブルブルと震え出したそうです。その様子を見て和田さんは危険な霊ではないと判断しました。和田さんはこういうことには慣れているので、霊たちのことは無視して部屋の写真を撮り続けました。そしてすべて撮り終えると、長居は無用、さっさと2階の勝手口に戻り、外に出てドアを閉めようとしました。すると明らかに和田さんの力ではない何かが内側からドアをバタンと閉めてきたそうです。和田さんを早く追い出したかったかのようでした。そして急いで和田さんは会社に戻り、撮った写真を確認しましたが、心霊写真は一枚もなかったそうです。和田さん曰く、その理由は簡単で、霊たちが和田さんの視界に入らないように逃げていたからだということでした。そう聞くと一見無害なように思いますが、霊も最初は様子見をするようです。和田さんがほんの短期間霊と接していたぐらいでは特に害はなかったようですが、長くとどまっていた場合は霊障に襲われる可能性はあったのかもしれません。その家、今は誰かが住んでいるのでしょうね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と
いいねボタンをお願いします。